ヌジャベスさんとの思い出を教えてほしいです。えヌジャベス、彼とはやっぱ初めは僕はそうですね、だからいろんな人と出会っていく中で、多分99年ぐらいになんか急に連絡が来て、ちょっとレコードを一緒に作りましょうみたいな。それ僕は彼の名前を見て誰だかも知らなかったし、何人かもぶっちゃけ知らなかったし、それでまあ実は彼は日本人で、まあ芸名だったんですけど、セバ君っていう人がいて、レコード店もやってて、そうなんだって感じで、それで初めて会ったんですよ、僕は日本行った時に。それで彼の車の中でビートを聴かせてくれて、そのままカセットくれて、それでその中から一曲を選んで「ラブシック」っていう曲を作ったんですけど、まあそういう経緯で出会ったんですよね。でも彼も本当に変わった人で、まあこう考えるとみんな変わってるんですけどね、彼も本当変わった人で、そうですね、やっぱレコード店もやって、レーベルもやって、まあやっぱり彼はもう本当こだわりがある人だったんじゃないですかね。それでなんか僕は結構意見をいろいろ言う方なんで、こうしたらいい、ああしたらいいとか、やっぱそういうのは結構真面目に聞いてくれてたような印象がありますね。はい。なんか、はい。細かいところで。なんかラブシックのなんかせっかく話が出たので、なんかセバジュンさんでありラブシックそのものの思い出みたいなものだったりが伺えると嬉しいです。まあ、そうですね、ラブシック。でもやっぱりその1曲目っていうのが、そのビートをもらった時に、自分は結構寝かせてて、そのテープ自体を。まあ忙しかったのかなんかわかんないんですけど、そこまでなんか、いきなりやろうって盛り上がったわけじゃないんですよね。そこである日本当聞いてたら、まあ自分の心境とかにマッチして、ちょっとこのビートいけるんじゃないかなと思ったんですよね。なぜかというと、その時はやっぱ自分は 90s な感じでもうハードなものしか好んで作ってなかったんで、あんまそういうメローなのはどうかなっていうのがあったんですけど、それでラブシック1のビートを聞いて、ちょっとこの哀愁漂う感じやってみようかなと思って連絡したんですよ。知ったら、彼が、いや、ちょっとこのビートはそのペースロックにちょっと上げちゃったから、無理ですって言われたんだけど、まあ、彼と取り合って、彼がいいって言うんだったらいいけどっていう感じだったんですよ。それで僕はペースと実は友達で、僕はすでにシンシナティに遊びに行って彼に会いに行って、それでなんかその彼のために曲を録音したことがあって、それはトータスのリミックスが出たりとか、まあなんかそれもなんかハイドアウトでいつの間に売られてたりみたいな経緯があって、ハイドアウトじゃない、ギネスで。それで、まあある意味ちょっと歌詞があったみたいな。まあそれとは関係なしんだと思うんですけど、まあこの前も久しぶりに会って喋ったんですけど、フロリダで。彼もすごく、頑張ってて、ペースロックやばいっす、彼は。それで、まあ、いいよって言ってくれて、早い話。それでそれをヌジャベスに言ったら、彼は結構びっくりしてたんですけど、本当みたいな感じで。じゃあ、どうぞみたいな感じで。それでその当時僕はエルセレイトっていうちっちゃい町に住んでたんですけど、バークレーの北のところの。それで自分の持ってたその VS、ローランドの VS のハードディスクレコーダーに録音したのはまだ覚えてますね。自分のホームスタジオで。それでトップビル君っていう僕の親友にスクラッチ入れてもらって、でそれをいわゆるファイルを日本に送ってですね。それでジャケットは僕が屋久島に行った時にイミュースっていうグラフィティアーティストと一緒に旅してたんですよ、たまたま。それでそこで屋久島は実は僕のルーツで、おじいちゃんが生まれたんですけど、そこでたまたまその時はなんか行けたんですけどね。そういえばヌジャベスと一回鹿児島行った時もなんか俺一人だけ屋久島行ってるような気しますね。今思い出したんですけど。でもまあ屋久島に撮ったんですよ、ジャケの写真は犬を抱えてるの。まあそんな思い出がいろいろありますね。